こんにちは、はらぺこ僧侶です。幸せの解体新書ラジオの時間です。今日のテーマは、1000年の愛を紡いだ女性、紫式部が現代のあなたに送る魂の物語。1000年前の夜、障子を透かす月明かりの下、一人の女性が震える手で筆を握っています。瞳に涙を浮かべながら、それでも消えることのない炎を宿して。彼女の名は紫式部。心に秘めているもの、愛する人への思い、失われた幸福への愛惜、そして誰にも言えないある決意。この女性もまたあなたと同じ、愛し、失い、迷い、そして立ち上がろうとしている一人の人間でした。第一章、遅咲きの愛とあまりに短い奇跡。数え年で29歳、当時としては遅い結婚。紫式部が初めて深い愛を知ったのは、藤原信孝との出会いから。20歳以上年上。すでに家族もいる男性でしたが、信孝は式部の才能を理解し、深く愛してくれます。あなたの歌は、まるで心の奥を照らす月のようだ。そう言いながら、彼女の作品を褒めてくれたのでした。愛しい娘、片子を授かったとき、ああ、これが幸せというものなのね。式部は初めて、心の底から安らぎを感じていました。夫は彼女に語りかけます。あなたの知性こそ、この都で最も美しい宝石、決して隠してはいけない。けれど、運命はあまりにも残酷。長保3年、疫病が都を襲います。愛する夫が床に伏し、やがて帰らぬ人となってしまう。わずか3年の結婚生活でした。夫の亡骸を前にした夜、式部は月を見上げ、こう読んでいます。忘れじの行く末までは固ければ、今日限りの命ともがな。あなたを忘れずに生きるのはあまりに苦しい。いっそ今日でこの命を終えられたら、と。それでも彼女は生きている。なぜなら、幼い娘、片子が母の手を握りしめ、まだ言葉にならない声で母上と呼んでいるから。その小さなぬくもりが、絶望の淵にいた式部を、この世につなぎ止めていた。愛する人を失った深い悲しみ。それでも、残された大切な人のために、生きなければならない現実。1000年前も今も、人の心は変わりません。第2章、悲しみから生まれた奇跡。源氏物語誕生の真実。夫を失った式部は、夜儚み、自宅に引きこもるような日々。昼は娘の世話をし、夜は筆を取る。なぜ書くのでしょうか。表向きは悲しみを紛らわすため。けれど、その奥には誰にも言えないもう一つの思い。男性中心の宮廷社会へ、女性の心の深さをそっと照らす明かりとして、女性の心の深さ、愛の真実を男性たちの政治の世界に突きつけるため。愛する人を失った痛み、この世の美しさと儚さ、人の心の奥深くに宿る光と影。それらすべてが胸の奥で大河となり、やがて一つの物語となって流れ出していく。光源氏という美しい男性を主人公に、式部は書いているのです。母を早くに亡くした王子の孤独を、愛する女性たちとの出会いと別れを、そして、人が本当に求めているものは何かを。桐壺の恋の発酵、藤壺の苦悩、夕顔の華麗さ、紫の上の一途さ、それぞれの女性に、式部は自分自身の体験を重ねていきました。これは世界最古の心理小説。
人の心の奥底をこれほど深く描いた物語はそれまで存在しません。けれど、高い学識を持つ彼女にはもう一つの苦しみが。宮中では日本妓のおつぼねというあだ名をつけられ、出過ぎた才女と陰で囁かれることも。そのため彼女は人前では一という漢字も知らないふりをして過ごす。自分の才能を隠さなければ女として生きてゆけない時代だったのです。優れた能力を持ちながら、それを隠さなければいけない苦しみ。現代のあなたも似たような経験をお持ちではありませんか？第3章、宮中という舞台で、権力と芸術の狭間で、やがて源氏物語の評判は宮中に届き、時の最高権力者、藤原道長に見出された式部は、道長の娘、明子にお仕えすることになりました。道長には思惑があります。一条天皇は亡き貞子を深く愛し、明子との間になかなか子ができない源氏物語を使って天皇と明子の仲を取り持とうと考えたのです。式部の文学はもはや個人的な慰めを超え、政治の道具としても使われるようになっていたのです。きらびやかな平安の宮廷、美しい装束、みやびやかな音楽、洗練された和歌の世界。けれど、その華やかさの陰には複雑な感情が渦巻いていました。式部は紫式部日記にこう記しました。清少納言こそ、したり顔にイメージはべりける人。これは単なる嫉妬ではありません。清少納言が仕えた貞子のサロンは華やかで評判が高く、それに比べて明子のサロンは中宮の人うずもれたりと陰口を叩かれていました。そば近く使えるものとして、主君、明子の名誉を守らなければならない。その使命感が彼女に厳しい言葉を書かせたのです。才女であるがゆえの孤独。自分の知識を隠し、周囲との調和を保ちながら、それでも筆を取り続ける。年暮れて、我が夜更けゆく風の音に、心の内の凄まじきかな。年を重ね、私の人生も深まってゆく風の音に、心の内の荒涼とした思いよ。職場で、才能を持ちながらそれを隠さなければならない辛さ。人間関係の中で、本当の自分を表現できない孤独。それでも自分の道を歩み続ける強さ。現代のあなたにもきっと通じるものがあるはずです。第4章、物の哀れ。時を超える美の哲学。式部が生涯をかけて探求したもの。それは物の哀れでした。これは江戸時代の学者、本居宣長が明らかにした概念です。宣長は67歳の時、源氏物語がみだらな作品と敬遠される中で、その真の価値を世に示しました。見るもの聞くもの、触れることに、心の感じて、いずる短足の声、何かを見たり聞いたり触れたりした時に、心が漏らすため息のような声。それが物の哀れなのです。源氏物語夕顔の巻で、光源氏はこう読みます。山の葉の心も知らで、いくつきは、右派の空にて、影や絶えなむ。山の葉の心も知らずに進んでゆく月は、上の空で、その光を絶やしてしまうのだろうか。この歌には、夕顔の不安、意識の喪失、そして死の予感が込められています。月の光が雲に隠れるように、人の命もまた、儚く消えてゆく。紫式部自身もこう読みました。巡り合いて、未死やそれともわかぬ間に、雲が暮れにし、余波の月かな。再び巡り合って、
それがあの人かどうかもわからないうちに、雲に隠れてしまった夜中の月。桜が散るからこそ、その一瞬が愛おしい。人との別れがあるからこそ、出会いが奇跡となる。完璧ではないからこそ、心を打つのです。現代のあなたにも、きっとあるはずです。夕日を見て、なぜか涙が出そうになること。失って初めて、その人の大切さに気づくこと。それが物の哀れ。人間の心の最も美しい部分なのです。第5章。千歳を超えて響く魂の調べ。源氏物語は書かれた瞬間から人々の心を捉えました。平安時代の更級日記の作者は夢中になって読みふけり、源氏の物語一の巻より夢中になりて読み続けたりと記しています。そして1000年の時を経て、イギリスの学者アーサー・メイリーが英語に翻訳した時、世界は驚嘆しました。11世紀の日本で女性の手によって書かれた、これほど繊細で卓越した心理描写に満ちた近代的な小説があったとは、と。しかし、興味深いことに、紫式部は死後、地獄に落ちたという伝説も生まれました。真実ではない空想の色恋の物語を書き、人々を惑わせた罪で、そう言われたのです。しかし、京都、滋賀、栃木、兵庫、各地に紫式部の供養塔が建てられました。石山寺には、彼女が源氏物語の着想を得たという伝説の場所に、美しい供養塔が建っています。人々は罪深いと言いながらも、どうしても彼女の物語を読みたくて、そして彼女の魂を慰めたくて、供養塔を建て続けたのです。これこそが真の芸術の力ではないでしょうか。人は矛盾する存在です。道徳的に正しくないと分かっていても、心の真実に触れるものを求めずにはいられない。紫式部の物語は、そんな人間の本質を1000年前に見抜いていたのです。第6章、現代のあなたへ、永遠に響く希望の調べ。紫式部が1000年前に体験したこと。愛する人を失う深い悲しみ。才能があるゆえの孤独。理解されないもどかしさ。それでも生きなければならない現実。現代のあなたも同じような体験をしているかもしれません。大切な人との別れ、職場での人間関係の複雑さ、自分の能力を正当に評価されない苦しさ、SNS で他人と比較してしまう切なさ。けれど紫式部は、1000年の時を超えてあなたに、こう語りかけます。完璧でなくていいのです。傷があってもいい。迷いがあってもいい。そのすべてが、あなただけの美しい物語を紡いでいるのですから。小さな美しさに目を向けてください。雨上がりの空の色。コンビニで買った温かいコーヒーの湯気。家族の何気ない笑顔。そこにも、物の哀れは宿っているのです。あなたが今、どんな困難に直面していても、曇りなき月を共にて眺めれば、まだ見ぬ人の心も見ゆり。曇りのない心で月を眺めるとき、まだ会ったことのない人の心も見えてくる。つまり、自分の心を澄ませれば、他の人の痛みも、喜びも理解できるようになるということです。一人で悩んでいるとき、誰にも理解されないと思うとき、式部の言葉を思い出してください。あなたの感じているその感情こそが、人として最も尊いものなのです。終章、千歳の愛が紡ぐ永遠の物語。月も日も
同じ光のものなれど、雲間に見ゆる秋の夕暮れ。月も太陽も同じ光なのに、雲間に見える秋の夕暮れが最も心を打つのはなぜでしょう。それは完璧ではないもの、儚いものの中にこそ人の心を動かす真の美しさが宿るからです。紫式部は1000年前に亡くなりました。けれど彼女の魂は今もあなたの心の中で生き続けています。幼い娘のために生きようと決意した母の心。政治の渦中にあっても筆を取り続けた作家の意志。孤独の中でも他者を思いやり続けた女性の愛。それらすべてがあなたの人生にも流れているのです。あなたの人生も紫式部と同じように愛と悲しみと希望に満ちた美しい物語なのです。今夜、月を見上げてください。その月明かりの中に1000年前に筆を取った女性の姿をそっと感じてみてください。彼女はあなたに微笑みかけ、こう囁いているはずです。大丈夫。あなたは一人じゃない。愛する心がある限り、あなたの物語は永遠に美しい、と。幸せの方程式79項。幸せとは状態ではなく、選択である。どんなに悲しくても寂しくても、心が誰かを思うことを選んだとき、あなたの物語は美しい光をまとい始めるのです。エイブラハム・リンカーンもこう言っています。人は自分の心が決めたほど幸福である、と。紫式部、1000年の愛を紡ぎ続ける魂として、今もあなたを静かに照らしています。おしまい。